なんかいつも人前でやったら両駒うまくいかんな。つららん。はい、毎度、こしやすつららん。小高屋つららんの職人、ひろちんでございます。何してんのあんた。ちいたまやつしとく。はーい。毎度、こしやす。いつもありがとうございます。匂い嗅いといてな。ええ匂いやな。見てください、ほら。めっちゃ可愛くないですか、これ。これね、うちの親戚の子、はっちゃんおじさんのお孫さんが作ってくれたんですよ、僕のために。見てほら。この色合いがすごいよね。素晴らしいよね。今ね、ビーズ作りにハマってるみたいです。女の子やね、さすが。今日はね、これをつけて動画撮りたいと思います。はい、本日何するかというと、この間ね、水彩画でハスを描いたので、今回は墨一色の水墨画で描いてみたいと思います。墨一色難しいですけどね、柔らかい花の感じと、バサッとね、こう硬い葉っぱの感じ描き分けれたらいいですね。はい、それでは描いてみましょう。どうぞ。はい、それでは使う道具から説明していきたいと思います。いつものように、墨を吸っておきました。これはね、単経剣。結構僕お気に入りのやつですね。これで日本の松煙木をすりました。ちょっと青みの効いた墨ですね。このすずりにあるのが一番濃い墨ね。真っ黒。で、左から順に濃木、中濃木、淡木です。で、この空の皿はね、パレットとして、彫木をするときに使います。で、紙はね、いつも使ってる中国の線紙と言われる。日本では本画線と言われますね。玉板線を使っていきます。で、筆はね、ちょっと大きめのものを使います。今回葉っぱとかね、大胆に描いていかないといけないので、穂先は大きめのものを使っていきましょう。前回ね、動画でもご紹介した、六剣道水墨画筆大を使っていきます。あんま使う機会ないんですけどね、こういう時に重宝します、この大きい筆は。それと、六剣道筆小。この2本でね、今日はいけるんじゃないかなと思ってます。はい。ではまず、ハスの花を主役なのでね、描いていきたいと思います。僕はね、ここら辺に花を置いて、こっちにね、葉っぱを持ってこようかなと思ってるんですけどね。じゃあまず小さい方の筆で花びらをね、手前に来てる花びらを描いていきます。淡木を全体的に含ませて、滝熊と言うんですけど、穂先にちょっとだけ濃木を取ります。ちょっとだけ。で、ちょんちょんとなじませて、こう、二筆をこう合わせる感じで。ちょっと濃いすぎたね。ラーメンのレンゲは、このレンゲから来てるので、形が似てるので。それを意識してね、描いていくといいと思うんですよ。今回はピンクのハスの花を想定してるので、花は薄めに描いておきますね。こういう感じでね。で、反り返りの部分とかはちょっとね、薄めに表現しておきます。こんな感じ。そうするとね、ここね、反り返った部分、表せてますよね。すぐに行く。はい、これでね、手前の部分が描けました、花の。そうしたら、今度はね、端の部分を描きたいと思います。これはね、淡木を取って、先ほどみたいに、穂先にちょい濃木を取ってね、これね、こうやって揉む回数が、こうやってね、馴染ませる回数が多いほどグラデーションが穏やかになります。結構こう、馴染ませます。そうすると筆先にね、穏やかなグラデーションができるので、これでね、なんて言ったらいいかな。まず、点面のところ描きますね、点面。楕円を描けばいいと思うんですよ。こういう感じで。これがハスの花の、芯の部分。ハスって語源知ってますかね？これね、一説ですけど、蜂巣から来てるんじゃないかなと言われてます。このね、花芯の部分がね、花が枯れた後残って、蜂の巣みたいになるんですよ。あれちょっと気持ち悪いですね。寒いですよね。蜂巣、ハスになったと言われてます。ここにね、点々があるんですけど、それは後でちょっとやりましょう。今度ここね、側面の部分。ちょっとかすれ効かした方がいいんじゃないかな。かっこいいんちゃうかな。こうやって。で、濃木を取って、これね、嫌味ならない程度にね、こう、ちょんちょんちょんと、模様を描いていきます。蜂の巣みたいに。ちょうどね、ピノあるでしょ？アイスの。あれを裏返した形。めっちゃ似てると思うね。そしたら今度は彩濃木。一番濃い墨で、穂先に取って、これやりにくい場合はね、細い筆使ってもいいと思います。花芯をちょっと描いておきますね、こうやって。で、改めてまた、淡木を含ませて、一回一回筆を洗ってくださいね。彫木をリセットさせてください。で、今度はね、ちょっと後ろの方の花びらを描くので、先ほどよりも、
先っぽに含ます墨は少量でいいです。あ、ごめん、手で見えてなかったね。こんな感じ。で、奥の花びら、花弁を描いていきます。ちょっと立ち上がったものも変えておこうか。これは長木ですよね、命はね。早く動かすことでね、花びらのね、サクッとしたね、強さ。結構ね、花びらね、硬いんですよ。触ってみたらわかりますけど。で、手前に来てる花びらも欲しいね。こういう感じで。で、横っ面。ちょっと花びらが大きくなってきたので、2筆でいきましょう。さっきまで1筆でいけてましたけど、1、2っていう感じでね、2筆で表します。ちょっとね、濃く見えますけどね、これ乾いたら薄くなるので、この後ね、葉っぱをちょっと濃いめに表すので、ちょうどいい感じになると思うんですよね。全部ね、さっき描いた蜂の巣からこう放射線状に出てるみたいに描いてくださいね。本物のね、ハスの花ってね、先っちょね、ピンクなんですけど、そういうところも表せますよね。雰囲気ね。今度は中木。中木を含ませて、よーく水を切ります。だいぶ水切りました。こうやって反り返ってそのまんまになるのは水分が少ないということです。そうしたら、こう濡れてるうちにですね、こう筋を描いていきます。この花弁の反り返りに合わせて描いていきますね。あんまりこれはね、くどくなってはいけないんですけど、ちょこっと描いておくとね、ハスの花っぽくなりますよね。こう、花弁に沿って、こことかこの花弁に沿って、こういう感じね。こんな感じです。はい、じゃあ今度はですね、単木を含ませて、こう、表、裏、表、裏、表と切ると、こうやってね、筆先が平らになります。こっちの端とこっちの端に墨をつけるようにして、ちょん、ちょんっていう感じで。これね、茎を描いていきます。いきますよ。はい。ちょっと綺麗に出んかったね。なんかいつも人前でやったら両駒うまくいかんな。ほんま両方にね、こう濃い墨が出るはずやったんですけど、まあとしましょう。はい、じゃあ一回ちょっと筆洗って、今度つぼみ描こうか、つぼみ。つぼみはね、鱗状になっています。今度は平らにした片方だけ、これね、側面に筆、墨つけます。側面ね、ちょんと。これで、つぼみ描くんですけど、まず下の方、描きますね。こっちに今、黒い墨が出ました。今度、こう返して、こっちに墨がついてる状態にして、こう描いてあげるとね、二筆で両駒みたいなことになるんですよ。これで、鱗状にね、下の方から描いていって、で、最後ちょっと尖ったところをこう描いてあげる。これとね、つぼみが描けるんですよね。そしたらこれも両駒で。よし。あ、いっていった。うまいこといった。よし。で、下の方にね、葉っぱが来るので、ちょっと抜くようにしました。さあ、次は葉っぱですよね。これで、ハスっぽくなるんですよ。今度、大きい筆に持ち替えます。今度はね、濃木。これをたっぷり含ませます。で、ハスの葉っぱって表と裏があって、表の方が濃いんです、色が。まあ、大抵葉っぱってそうなんですけどね。今度はようけめにね、穂先3分の1ぐらいに濃木を含ませて、細濃木ですね。で、こう馴染ませます。で、これはね、勢いが大事です、本当に。こう波打ってるので、葉っぱって。そういうところも表したいですね。まず葉っぱの中心部分を決めましょう。だいたいここら辺にしましょう。じゃあ、ここに集まるように、この大きな筆でね、葉っぱの波打った感じも表しながら描いていきます。いきますよ。でね、早く動かしてください。筆を。かすれが大事です。で、こう裏刃に続くところも意識しながら、こうね、中心に向かって描いていきましょう。で、かすれちゃっても大丈夫です。後で埋めるので。ね、こうシャンプーハットみたいな形。いや。そしたら今度はね、中木を含ませて、このかすれちゃったとこを埋めます。これ埋めてもね、濃いかすれは残ってくれるので、立体感が出るんですよ。はい、埋めましたね、全部。そしたら今度は単木を含ませて、
で、濃い墨をちょこっと取って、彫木して、よく馴染ませますね、この場合は。じゃあ、この裏刃のところを描いていきます。こんな感じかな。ちょっと濃いすぎたな。ちょっと濃いすぎた。じゃあこっちはね、葉っぱの裏側がたくさん見えてるように描きましょう。濃木をしっかり馴染ませて、ちょっと薄めの表現にしようね、今度は。葉っぱの裏を描いていきますね。こう波形を意識しましょう。今度はまた濃い墨つけて、葉っぱの表見えてるところを描いていきます。こっちよりはちょっと薄くしとこうか。で、淡墨で埋める。ちょっと奥の葉っぱも描きましょうか。で、奥に見えてる葉っぱもちょっと描いておいて、奥の葉っぱも描きます。こう横にね、こう、なぎ払うような運筆と、こう中心にね、集まっていくような運筆をこう合わせて、組み合わせて描いていくっていうのが大事かな。で、ちょっと薄い墨でシュッと。画面に収まりきらなってきたな。はい、今度はまたね、ちっちゃい筆に持ち替えますね。あとは仕上げです。つぼみに描くの忘れてましたね。で、葉脈を描くんですけどね、こう薄い表現をしたところは、ちょっと弱めの表現にしたいので、中木。最初にね、ここに丸を描いておきますね、丸。おへそに向かって、こう葉脈を描いていきます。こうピーってこう放射線状にね、描くんじゃなくて、こう枝分かれさしていきますね、こうやって。ちょっとばかり太い線になってもいいと思います、これは。で、こっちの葉っぱは濃いので、濃木で、おへそ描いて、おへそからこう、放射線状に伸びていく感じで。ちょっとこっちも出しとこうか。さあ、こんなもんにしとこうか。あんまりゴミゴミね、させすぎても良くないので。でね、こう天体と言って、こう、茎にね、ちょんちょんつけといてあげると。雰囲気が出ると同時に、あとね、茎がここにありますよっていうアピールにもなるんですよね。よく中国でやられる手法です。リズムよく打ちましょうね、こうやってポンポンと。ここに開きかけのつぼみも加えとくか。はい、こんなもんかな。水墨画でのハスの表現完成しました。ちょっとね、この葉っぱとこの葉っぱがね、並びすぎたのがちょっと気に食わんな。ほんまもっとどっちかに寄せた方がかっこよかったですよね、構図としては。今回のポイントは花びらはね、薄く描いて、葉っぱの表側、これを思いっきりうんと濃く描くことです。あと裏側は薄くして、こう、翻りを出してあげるとかっこいいかなと思います。シャンプーハットみたいにね、こう、縁をうねうね刺すと。で、筆のね、組み合わせですよね。こううねりを表すために、こう横に行くこともあれば、こっちから中心にズバッとおへそに向かってくる時もあったりして、組み合わせてこう描いていくっていう。大きな面も、大きい筆さえあれば、組み合わせて描いていけるので、筆のね、方向が一緒にならないように、例えば横にずっと引いてしまうとか、縦にずっと引いてしまうとか、そういうことないようにね、組み合わせて描いていくと、不自然じゃない絵ができると思います。ぜひぜひね、皆さんもね、水墨画チャレンジしてみてください。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。これが気になるな。さあ、今日は YouTube 生放送にね、雑談会に僕の友人のプラモくんが来る予定になっております。でもすごい大雨です。来れるんやろうか。昨日ね、来れるんってね、大丈夫かって言ったらね、さっきプラモ持ってっといたらよかったって言って、プラモの心配してたからびっくりしたわ。